はい、石川正義です。プレーンのフィナンシェは以前にもアップしたんですけども、今回はチョコレートバージョンを作っていきたいと思います。チョコレートはあらかじめ溶かしておきますね。フィナンシェの型には分量外のバターを少し柔らかい状態にして塗っていきます。塗る量が多すぎると油で揚げるみたいになってしまうので、コーティングできる程度の量で大丈夫です。では生地を作っていきます。ボウルに砂糖、薄力粉、アーモンドプードル、ココアパウダー、ベーキングパウダー、粉類全部ですね、これをふるい入れていきます。でそこに卵白を加えて混ぜていきます。これはダマなく混ざれば大丈夫です。フィナンシェのメインイベントの生地に加える焦がしバターを作っていきますね。バターを火にかけて、それが溶けて沸騰し始めたら、そこからホイッパーで絶えず混ぜ続けていきます。焦がしバターを作る時のフェーズとしては、まず沸騰させる、その次に水分を蒸発させる、で最後に焦げ色をつける、この3つのフェーズに分かれていきます。沸騰した直後はバターが濁っていると思います。バターの成分は大雑把に分けると、透明の油分と白い牛乳みたいなバターミルクになります。それを沸騰させ続けると、バターミルクの水分が蒸発して、で液体がだんだんと透明に近づいてきます。でバターミルクの中に含まれる乳固形分、その周りの水分がなくなってきて、乳固形分に焦げ色がついてきます。でその焦げも絶えず混ぜておかないと大きい焦げになってしまって、口当たりも変わったりしますので、絶えず混ぜ続けて小さい細かい焦げにしていきます。水分がなくなって透明になったら、だんだんと油分に色がついてきます。で泡も発生してくるので、かき混ぜ方を調整して液体の色が見えるようにしていきます。で最終的な焦げ色なんですけども、ヘーゼルナッツの皮の色っていうのが基本になってるんですけども、焦げ茶色、美味しそうな焦げ茶色っていう風にしていけばいいと思います。で色の浅い深いはもう完全な好みなので、お好きにしていただいて大丈夫です。今回はチョコレート風味なので、もちろん焦げ色をつけても美味しくなりますし、焦げ色をつけなくても素材の味がそのままストレートに出てきて美味しくはなると思います。違う種類のフィナンシェで色をきれいに出したいとか、例えば抹茶のフィナンシェだったりすると、焦がしてしまうと風味も邪魔してしまうこともあるので、ほとんど焦がさなかったりしますね。で今回はチョコレートに合わせるなら深めの色づきの方が香ばしさがよく出て僕は好きなんで、深めに色付けていきます。ちょうどいい色になったら火を止めて、あらかじめ用意していた水に少しつけることで、それ以上色づくのを止めます。で室温で少し冷まして、バターの温度が60度まで下がったら、先ほどの卵白の生地に混ぜていきます。で最後に溶かしておいたチョコレートを混ぜて均一になれば生地の完成です。口金なしの絞り袋に生地を詰めていきます。
はかりの上に型を乗せて生地を絞っていきます。1つにつき 30g 絞ります。生地の量が1つずつ違うと焼ける時間が変わってしまうので、なるべく量を揃えて絞っていきます。絞った生地は少しデコボコしていると思うんですけども、平らにならす必要はないです。では190度に予熱したオーブンで180度で11分焼いていきます。焼けたら型を逆さまにして型から外していきます。型から外したら平らな方を下にして冷めたら完成です。はい、ではいただきます。めっちゃ濃厚ですね。チョコレート、バター、アーモンドプードル、それぞれリッチな旨味があるんですけども、3つ合わさることでね、よりリッチ感がね上がりますね。焼いた当日は表面もサクサクした感じなんですけども、タッパーなどに密封して1日2日置くと全体にしっとりしてきて食感も変わりますし、チョコレート、バター、アーモンドプードルのうまみもそれぞれ馴染んできて一段と芳醇になってきますので、是非作ってみてください。ごちそうさまでした。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。